どうも、ともそやです。前回動画は地元民おすすめのエクアドルの首都キトのおすすめグルメスポットをいくつか紹介。間違いないエクアドルグルメ。今回はキトの観光動画。タクシーは使わずになるべく多くのおすすめスポットを1日で全て回る企画。体力勝負、時間との勝負、計画通りに全てのスポットを回ることができるのか。現在朝の9時15分。早朝でもないはずなんやけど、なんかゴーストタウンみたいな感じやな。おはようございます。今ね、エクアドルの首都キトに滞在しています。キトに来とんよ。キトでキットカット買えるかな。どうも、ともさやチャンネルです。今回の動画なんですけど、キトを1日でどれだけ観光できるか。首都キト結構広いです。でね、坂道がめっちゃ多いんですよ。上がったり下がったり、上がってんの下がってんのみんなはっきり言っとけーみたいな感じのノリ、キックザカンクルみたいな感じのテンションで、坂がねもう上がって下がって上がって下がってしてます。で、街自体も世界遺産に選ばれてるらしいです。そんなキトの中心部を1日でどれだけ観光できるか検証してみたいと思います。で、ルールはもうタクシーは絶対に使わない、ウーバーとかそういうのはもう絶対に使わないっていうか、使えません。アプリをダウンロードしないので。でもトランスミレニオっていうかな、メトロとかそういうバスは使わせてください。結構離れたところも今日行こうと考えてるんで、1日でどれだけ回れるかって感じなんですけど、同時進行で、おすすめスポットとかも紹介していけたらなと思っています。大まかなルートは一応決めてるんですよ。ここは回りたいみたいな。その間の移動は全然調べられてないんで、その辺はね、現地人にねちょっと聞きながら移動していきたいと思います。いろいろ紹介するんで、もちろんなんか単なる業界みたいな感じのも紹介しますよ。個人的に僕がなんか景観が綺麗なと思ったところを紹介していきたいなって考えてるんで、もちろんね、お金払いたくないと思ったらケチるところはケチるし、そんな感じでまずはね、市場から始めたいと思います。はい、到着。民族っぽい陽気な音楽とともに導かれてきたよ。メルカードアルトサナルラマリスカルっていう市場ですね。ここでいろんなねお土産品を旅人は購入することができます。メルカードアルテサナルラマリスカル、なんかビッグボーイに置かれたもんですよ。いざエントラール。定番のマグネットみたいなのが売られています。だいたいマグネットって300円400円ぐらいするんかなと思ったけど、見てください。1ドル。まさかの1ドル。意外と安い。こういうアルパカとか、こういうのとかね、結構薄めなんで、旅人もね、持ち帰りやすいと思います。閉まってるお店も多いけど、みんな必死で、ガンガンね、売り込みしてくるわ。そんな感じのね、よくある市場って感じですね。このズボン結構実用的じゃないかなって思ったんですよ。多分女性もんだと思うけど、思った以上にね、ポケット浅かった。びっくりした。一応道路挟んで2箇所に分かれてるんですよ。こっちとこっちで、こっちも入りたい。ホラ、コメスタスコメスタス。ちなみに結構実用的なこのね小さいね財布が6つで5ドラルするらしいです。意外と安いんかな。なんか感覚も入ってる。で、外せない定番のお土産がこれですよね。モフモフちゃん。モフモフしてる。¿Cuánto cuesta? ¿Qué precio tiene? 5 ドラルです。5ドルですね。はい、終了。あんまり店が開いてなかったっていうのもあるんで、所要時間約10分でしたまだいいかな、お土産は。ただなんかほんまに安くておしゃれなブレスレットとかあったらちょっと買いたいなと思うけど、まだいいかなって感じです。思った以上にそんな高くないかもしれん。で、目の前に見えるんがパルケエルエヒードっていう公園で、ちょっとデカめの公園やけど、ここはなんか見どころは特になさそうな感じなんでスキップしたいと思います。はい、次第2のスポット見えてきました。これはね、現地人がほぼほぼみんな口を揃えて言う結構景観が綺麗なスポット。イグレシアでバジリカだったかな。バジリカ教会。すごいな。今側面から見てるけど、側面からでも伝わるこの荘厳な佇まい、確実にラスラハス教会より綺麗やろ。知らんけど。ちなみにね、入るのにお金かかります。
入るだけでお金取るなよって感じじゃない？マジで2ドルなんで入りません。僕は入りません。腹立ちます。例えば上に登って景色見るのにお金かかるとかあったら分かるんですよ。それだったら別にね、価値あるじゃないですか。ただなんか入るのはなんかお金かかるみたいな。で別の入り口があって、そこからちょっとしれっと入ったろうと思ったら、なんかオンリーファミリー言われたわ。いいやん、俺も家族でいいやん。入り口からちょっと入ってみたんやけど、ちょっとした小さな王国みたいな感じになってるわ。こんな感じ。なんかマリオ RPG に出てきそうな雰囲気やな。バジリカのね、中は入らんかったけど、意外にも滞在時間15分ぐらいやったかな。写真撮ったりとかのんびりしたりとかして、お金払ったら上に登ることできるんですけど、別に登る必要ないと思うんやけどな。結構首都のキトってちょっと歩いたら結構坂になってて、周りを見ることができるんですよ。なんで僕もね、昨日とか一昨日とかに結構歩いていろんなとこ登ってキトの街並み一望何回もしてるんで、綺麗な景色たくさん見てるんでね、別にわざわざお金払ってまで見る必要はないと思います。お金払わずに見える場所とかも結構あるんで、さすがキト世界遺産の街並みだけあって綺麗けど、ちゃんとこうやって靴吊るされてあるのが南米チックよな。しっかり手を置いたら怪我してしまいそうな場所やな。それにしても首都のキト、暑いんか寒いんかわからん。はい、第3のスポット到着。メルカードセントラル、街の中央市場です。ここで朝ごはんを食べるよ。エントラール、こんな感じでいろんなね食べ物があります。フードコートみたいな感じになってますね、もはや。で上に金額とかも書かれてあるんで結構分かりやすいんですよ。そこが結構ね高いポイントかな。もちろんフードコートだけではなくてね、こうやって花もたくさん売ってある。こんな感じでね、2ドルぐらいからありますね。2ドル、2.5 ドル、3ドルとか2ドル以下のやつも朝ごはんとしてありますよ。僕が食べたいのはもちろんこれ、エクアドル料理オルナード、豚のカリカリしたやつとしか言いようがない。まだ食べたことないんでわからん。こんな感じですね。この雰囲気でご飯を食べます。そして座ってたら店員さんがこんな感じで持ってきてくれますね。市場の飯の様子に関しては前回動画の首都キトグルメの動画をご確認よろしくお願いします。はい、次4つ目のスポットはこういうでかい広場になってて、ちょっと大きめの教会、イグレシアでサントドミンゴ教会ですね。ここも一応のんびりスポットなんで紹介しておきます。ほら見て、これを見ただけでももうのんびりスポットっていうのがわかる。ここはさすがにお金を払う必要がない教会だった。無料で入ることができる。それにしても意外と天井がカラフルで綺麗な教会やな。奥行きが深い。よく見るとね、あっちに別の入り口があってムセオって書かれてるんですよ。もしかしたら美術館かもしれん。僕はパスで。おお、なかなかええ感じやん。ちょっとのんびりする時間も含めて所要時間15分のんびりする時間も含めてね。はい、次4つ目のスポットなんですけど、カジェロンダっていうスポット。昨日出会った現地人、キトに住んでる現地人が、この通りがすんごいなんか賑わってて、お店もあって夜は飲み屋さんもあってとか、なんか店がたくさんあるみたいな感じで言ってたんですよ。実際今来てみたけど、あるのは上にある旗ばっかり。しかも日本の旗がない。いやマジでないんちゃう。俺冗談で今ないって言ったけどほんまにないやん。ないやん。あったー。4つ目のスポットじゃなくて5つ目のスポットだったな。とにかく側面の壁も綺麗し、今日は日曜日なんでお店が開いてないんかな。その辺は分からんけど現地人がおすすめしてた場所です。ほんまに歩くだけなんで所要時間5分。こう見たらすんごいだだっ広いんですよ。こっちもカジェロンダ、綺麗な。なんで青空マーケットとか広がっててもおかしくない感じかもしれない。上には靴が吊るされてある。ラテンやな。さあ次6つ目のスポットなんですけど、サンフランシスコ教会。でかい教会だね。とにかくこのサンフランシスコ教会は教会だけじゃなくて周りのね景観も綺麗。ほんでこの目の前のでかい広場と豪華な内装が特徴的な教会らしい。
一つ目に行った教会はお金払わな入れんかったけど、この教会は別の意味で入ることができん。人多すぎやろ。人多すぎて笑けてくるわ。所要時間約20分ぐらい。マジで中めっちゃ綺麗だった。ただ写真撮影ねダメだったんで写真とか動画は載せないんですけど、ほんまに綺麗。今まで見た教会ランキングトップ3に入るレベル。内装ランキングロザリオ教会にも並ぶな。メキシコのプエブラのドミンゴ教会にも並ぶぐらいの超綺麗さ。なんていうんかな、色合い的には黄金ベースの教会なんですよ。金閣寺顔負けなんかな。黄金ベースの教会に周りに絵画とかがいっぱいバーって飾られてあるんでカラフルなんですよね。7割は黄金ベースで、それに赤青緑黄色のカラフルな感じが施されてるって感じ。金閣寺を若干カラフルな感じにした色合いかな。目の前にまた大聖堂みたいなのがある。ほんまにキトのね中心街、こういう教会とかが多い。ほんまに綺麗やな。やっぱさすがユネスコの世界遺産に選ばれてたからあるわ。さあ次はちょっとねバスに乗ってね移動するんでね、1時間ぐらい、まあまあな距離なんでちょっとバスを今探します。ちょっとスラムっぽい家見えるじゃないですか。山々。この前上登りました。絶景。バスや、あのバスや、あのバスや、あのバスや。偶然セッタリアミタデルムンド書いてある。行くぜ、めっちゃラッキー。目的地のミタデルムンドまではバスで約1時間ぐらい。さあ次7つ目の場所に到着したんですけど、確実に何人か降り過ごした。僕も同じなんですけど、バスどこで降りたらいいか分からなくてちょっとね通り過ぎましたね。歩いて向かいます。もちろん入場無料ではありません。こちらへチケットを購入して向こうから入るっていうスタイル。ちなみに5ペソで QR コードあるんですけど、これね自動改札とかじゃなくてまさかの手動、一つ一つなんかスマートフォンかざして読み取っていくみたいな感じ。なんか効率悪そうな感じだったわ。2つ目のスポットミタデルムンド到着しました。動画の尺の問題もあるし、またね長々喋ってたら30分の動画超えるんで、ちょっとねもう説明はもう省きます。とりあえずもう簡単に説明すると、この場所というかエクアドル自体が赤道の近くじゃないですか。エクアドルの首都キトが世界で一番赤道に近い首都みたいな感じなんですよ。なんで赤道直下でできる体験をこの場所でできるみたいな感じですね。あとは微妙に赤道上からは若干ずれてるとかそういう話があります。理由は一応ね、またもう説明しようか。理由はなんて言うんだろう。大昔技術がない時に昔の人らが結構頑張って赤道がここじゃみたいな感じで設定したらしいんですよ。その設定した位置が実はずれてたんですけど、そのずれかわずか 200m ぐらいだったらしくて、その 200m しかずれてないっていうのがすごいやんってなって、それだったらもうそのずれとるけどもう昔の人が頑張ってなんか見つけた赤道を一応そこにモニュメント建てようみたいな感じですってまあなんか入場料払って家族連れがすごい楽しんでるテーマパークみたいな感じの場所ですわ。多分これ所要時間1時間半ぐらいちゃうかな、一人で来た場合は。わからん。今のところ何も刺さらんな。なんか心にグッとポケモンボール持ってきてミュウ発見した。これミュウやな。ピカチュウの色したアルパカ。まあさっきミュウがどうのこうの言うて遊んでたんですけど、横見たらまあ意外と安いんちゃう。お土産1ドル。まさかのビールの美術館もある。無双でセルベーサー。これは面白い。タダで飲ませてくれるかな。サルー。いろんなビールの種類がここに並べられてあるけど、知ってるビールが全くない。いろいろビール飲んできたんやけどな今まで。僕はまだまだ情弱。マジで何一つわからん。まあ観光地としてはすんごい開発されてるというかしっかりしてるわ。あんなねビールをね試飲することもできるし、トイレもあるし、とりあえず綺麗やし、お土産屋さんもいっぱいあるしね。
やってきましたよ。これが一番有名ですよね。エクアドルの人と言ったらこれを見に来ました。この N って書かれてるのが北半球って意味ですね。多分向こう側は南半球なんで S って書かれてるはず。こっち側回ったら O って書かれてあるわ。ゼロか。これはまあ赤道なんで緯度がゼロっていう意味。あ、エステビデオ。こんにちは。ホラー。メリシナです。今日は彼らと一緒に行動させてもらいます。上に登ったらこんな感じで景色を見ることができます。涼しい場所やけど日差しがめっちゃ暑い。あそこに N と S が分かれてて、北半球と南半球で分かれてます。まあこれは嘘なんやけどな。まあこんな感じでいろんなこの場所の歴史とかをこうやってね写真と同時に説明してくれていますね。昔はもうちょっと小さかってちょっとね最近になってでっかくしたみたいな感じ。見てください。見つけた。インティライミ、ナオト・インティライミの名前の由来はここから来たのでしょうか。インティライミ、まあ出会った人がね一生懸命いろいろ説明してくれて、僕はねいろんなこと勉強になりましたね。アマゾンで住んでいる人の暮らしとかいろんなこととか頭良くなって気がするわ。エクアドルについて。はい、外に出てきました。なかなか楽しむことができました。写真も撮れたし、すごい思い出ができましたわ。東京までは 14,431km、 長いプラネタリウムを見に来ました。今からみんなでプラネタリウムを見るみたいです。赤道直下なので星に一番近いエクアドル。知らんけどそんな感じで説明してくれました。Y podría albergar 109 planetas Tierra. En la superficie puede alcanzar 5.500 grados centígrados, pero en el núcleo la temperatura... さっきのプラネタリウムなんちゃ理解できんかったただただひたすらぼーっとする5分間いや10分間だったな。アイス食べてます、みんなで。やっぱこういうところで知り合ってね、みんなで楽しくね観光できるっていいですね。怒ってくれました。muchas gracias。サルーサルーサルー。わけわからずアイス選んだら普通にお酒の味がして、まあとりあえず美味しい。いろんなワインを試すことができました。ここでハマイカの味のワインとかカカオのワインとか、まあワインというかシャンパンやな。でカカオのウイスキーとかいろいろね飲ませてもらってね、すごい美味しかったです。あい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 ともそうやだよあい。あ、世界の中心で愛を叫んでみた。まあ一応ここ世界の中心なんでね。っていうかね、所要時間って結構やばい。もう2時間くらい経つんだな。まあ結構一緒に観光させてもらってめっちゃ楽しいんですよ。ただどんどん時間が過ぎていったら、次僕がね視聴者さんに伝えたい場所とかが行けなくなってしまうんで、ちょっとねこの楽しい雰囲気を続けるか、そろそろ切って次の場所紹介するか悩みます悩む言うてももう即決やけどな。この雰囲気を楽しむよ。あんまりお腹は減ってないけど、ちょっと高そうなレストランに僕はついていきました。こんな感じの雰囲気で超絶おしゃれ。この高級感が伝わるかな。高級感というよりかはちょっとアンティグアな雰囲気がかなりおしゃれですね。これも敷地内にあります、このレストランもね。これがトマテでアルボルというのにも、なんかトマトとはまた違うフルーツみたいな感じで説明してくれましたね。これがトスターダでマイス。なかなかビールのおつまみに最適。強制的にチャンネル登録させていただきました3人のフォロワーを獲得することができました。Muchas gracias。こんにちは。こんにちは。Gracias por subscribe。ありがとうございます。ありがとう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 。思っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
現在夕方6時15分。最後の最後に綺麗なね、向こうに見える山を見て終了。この大きいなんか植物みたいなものが職人さんの手によってこういう風に作られて変えられていくらしいです。アルパカ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 。ちょっと簡単に状況を説明するんですけど、さっきのね家族とはねもうお別れしました。ほんで僕一人でねバスを待ってる状況です。40分ぐらいバス待ってるんですけど、セントル行きのバスがねなかなかほんと来ないんですよ。でどうしようかなと思ってて、感想なんですけど、最後の最後までね優しく接してくれましたね。ずーっとなんかニコニコ笑って、ほんまになんかすごい優しかった。アイスをおごってくれて、でレストランもおごってくれたしね。で僕も節約してるんで、あんな高いところでまともに飯食えんわと思ってエンパナーダ2つとドリンクだけにしたんですよ。そしたら他のみんなはそれプラスプレート頼んで、でかい最後の方になんかみんな肉食べれんからあげるわって言って、みんな僕のプレートに肉乗せてきて、アボカドとかなんか最後まで優しかった。ほんまに楽しかったっすね。一人で観光するよりもね楽しかったです。みんなと回った方が、みんなと回ることによって僕もね自分のプランちょっと崩れたんですけど、それはしゃあない。それがでも旅ってもんや。いいこと言うた。結局なんかもう直通のバスなかったんで、バス2台乗ってホテルの近くまで来たんですよ。ホテル近くはないんかなこれ。でも2回目のバスお金払ってないんやけど、おっちゃんに聞いたら別にバスお金払わんでいいからみたいな感じで言われて、なんかほんまようわからん。金払ってない。おっちゃんが金払わんで言うたからな。おとついは道で出会ったおばちゃん、重そうな荷物持ってたから、なんか助けてあげようか手伝ってあげようかってめっちゃ言ったら、話したら生きようて、私が働いてるレストランに来いって言って、その後なんかレストラン行ってジュースとかパンとかいろいろなんかプレゼントしてくれたな。その後でなんかアボカド持って帰れ言われて、アボカドを持って帰らせてもらって、でその次の日はそのおばちゃんがレストランでパーティーみたいなのやるから、もう私がなんか全部おごるから来いって言ってくれて、パーティーみたいなの行ったんですよ。そしたらなんかランチ、もう日本のそうめんみたいなと、あとワンプレート全部ベジタリアン料理なんやけど、それを全部おごってくれて、さらになんか帰る時になんかアボカド好きか言ってくれて、いやそんなにアボカドもらっても困るんやけどって心の中で思っとったけど、結局まだアボカド5つくらいプレゼントしてくれたんですよ。めちゃめちゃしかも美味しいんですよね、新鮮で。今日は今日でミタデルムンドで出会った家族アイスおごってくれて、レストランおごってくれて、なんかもう毎日おごってもらってばっかりや。ほんまになんか出会いには感謝っすね。出会いは奇跡っすね。出会いは奇跡。出会いは奇跡ってよくね、なんかネットワークとかアムウェイとかのね、なんか某団体のね女の子とかがよく言うんですよ。やっぱり出会いっていいよね。パーティーでこうやって出会って、これも何かの運命だよね。出会いは奇跡みたいな感じでよく言うんですよ。それとはまた違うんですけど、ほんまになんか出会いには僕は恵まれてるなってよく感じることがあります。申し訳ない、本当申し訳ない。皆さんにね、もう少しね、観光地をね、紹介する予定だったんですけどね、できませんでした。結局、本日、紹介できた観光地7つです。動画ご視聴ありがとうございました。っていうのは冗談でね、もう一度だけチャンスください。お願いします。もう一度だけチャンスください。お願いします。今回の趣旨は、1日でどれだけキットの観光地をおすすめスポットを紹介できるかっていう名目だったんですけど、ちょっとね、ルール変更します。キットだけにきっと皆さんは許してくれると思います。明日の朝、もう一度チャンスをください。実はね、ミタデルムンドで仲良くなってしまって、家族と所要時間4時間半で、その場所に行くまでにまず1時間、交通1時間で4時間、所要時間4時間半からのバス待ったりとか、バス乗り継いだりとか、ホテルまで戻るに結局2時間ぐらいかかったんですよ。なんでだいぶ時間を消費してしまって、ちょっとね、紹介することができませんでした。本当は、ミタデルムンド
見終わった後にさっと戻って、まあロープウェイとか、おすすめナンバーワン観光地とか紹介する予定だったんですよ。もう一度だけ言います。もう一度だけチャンスをください。ヘラヘラしてません。キトだけにきっと皆さんは許してくれると思います。明日頑張るぞ。バスの正面にまさかのバッドボーイのロゴみたいなのがある。バッドボーイのブランドってめっちゃ懐かしいよな。基本的にバッドボーイのブランドは自分では買わない説、なぜか親が買ってくる説、絶対ある。ちょっとバッドボーイのくだりね、しつこいかもしれないんですけどね、僕の大学生の友達でね、腕に思いっきりバッドボーイサンライズって書いてある服を着てくる子おったんですよ。もう大学生ですよ。大学生でいい年してバッドボーイサンライズの服なんで着てくるんって言うてみんなでね笑いながらお酒飲んだ思い出があります。エクアドルの首都キト、1日でどれだけ回れるか。2日目、まあいろんな出来事があって2日目になってしまってるんですけれども、今日もね気にせずやっていきましょう。はい、第8のスポット到着。バンコセントラルデルエクアドル銀行と見せかけての教会、イグレシアデラコンパネーヘスースって言ってました。おばちゃんが、横のおばちゃんに聞いたんですよ。一応注意書き読んでみたら、外国人は入るのに6ドルかかるみたいです。入るのはやめときましょう。ただでもね、口コミかなんか見たらすごい綺麗とは書いてましたね。カンパニーアチャーチ、イグレシアデラカンパニーアヘス。外観はこんな感じですね。さっきちらっとね内部を覗いたんですけど、サンフランシスコ教会と同じような黄金ベースの内部でした。さすがにセイスドラレスは高いよな。6ドル1000円、中入るだけで1000円近くはさすがに払えんって。まあでも払える人はね払ってみて内部をね見学してみてもいいと思います。写真撮影は禁止です。次第8のスポットなんですけど、あそこに見えるでしょうか皆さん、銅像が。あの上まで登ります。ただねちょっと Wi-Fi 使えないんで今どのルートでね行ったらいいかが全く分からん。とりあえず適当に登ってみるか。多分この道をまっすぐね上に進んでいくんだと思うんですけどね、これがねなかなか距離ありそうに見えるけど短いんかどうか、意外と長いんかどうか分からんな距離。今警察官のおばちゃんに挨拶したら気をつけろよ言われた。現金とか取られる可能性あるから気をつけろ言われたんやけど絶対危なくないやろ。ガチ？なんか気をつけろ、旅行者は絶対歩くな、この道は危険って書いてあるわ。普通になんかおもろいんやけど、もう歩くけどな。いや普通に昨日夜歩こうとしとったんやけどな、やっぱり危ないらしいわ。全く人がおらん。お世辞でも安全な道とはいえほんまに人通りがない。見てみ、もうすでに景色は綺麗んやけどな。まあこんな感じの道を歩いていくっていう雰囲気ですね。終わった後のコンドームかと思ったわ。そろそろ頂上なんやけど誰一人おらんマジで。自分もちょっとね警戒してるんで静かに上がっていってるんですよ。そんなべちゃくちゃね一人で喋りながらね歩いてないですよ。はい頂上到着。みんなやっぱり車で来るみたいですね。ほんまに歩いて登ってる人一人もいませんでしたわ。はい聖母マリア像がドカーンと佇んでいるよ。はい到着しました。地元民おすすめ観光地ナンバーワンパネシージョです。結構ね地元民にね聞いたんですよ。おすすめ観光地というか綺麗な景色を見えるところってどこなん。じゃあナンバー3がやっぱりみんなおすすめのミタデルムンドで、ナンバー2がバジリカの大聖堂で、ナンバー1がここでした。みんななんかパネシージョ行ったかみたいな結構言うてましたね。でもみんな口を揃えてなんかちょっと危ないかもみたいな、危ない夜はやめとけとかそんな感じで言うんですよ。でも個人的な正直な感想を言いますね。僕まあ地上からこうやって登ってきたんですけど、多分徒歩20分ぐらいで登れるんですよ。で不老者一人も見かけませんでした。ただ道自体はやっぱり異様な雰囲気がするんですよ。道幅が狭かったりとか、夜は女性一人はやめた方がいいと思います。
ただ女性3人とかだったらいけるんじゃないかなって思ってはいるんですけどね。昼間もうなんか人全然通ってないんですよ。なんででもなんか危ない感じはそんなにはしませんでしたね。ただ地元民がちょっと危ないって言ってるんでやめた方がいいかもしれないですけど、個人的な感想はなんかそんなに言うほどって感じです。男一人だったら別に夜でもなんかそのキョロキョロしながらとか、なんかこのスマートフォンは出さずにとか、そういうのを厳守しながら登ったら全然来れるんじゃないかなと思います。一応バスに乗っても来れるとは思うんですけど、もうそんなにね遠くないからもうみんな歩いてこい。はい、だいぶ近くまで来たよ。上に登って街をね見下ろすことができるみたいです。せっかくなんでさ、上登ってみましょうか。邪魔なんですけどっていうか、金取るなよ、絶対金取るなよ。邪魔なんですけど金取るなよ、金取るやつやん。はい、チケット代1ドルでした。まあ1ドルぐらいだったらね、まあ許容範囲ですわ。まあ上に上がるまでは一つ一つの階がちょっとした美術館みたいな感じになってますね。白ひげが敗北した後もちゃんと栄誉をたたえてこちらにひげを渡されております。ついにやってきましたよ。こちらがキトの街並みを一望できるパネシージョの丘にあるセイボマリア像の上からの景色になります。丘の高さは約180メートル、セイボマリア像の高さは約43メートル。こちらがね現地民がおすすめする一番の観光地パネシージョになりますね。1975年だったかな、1975年ぐらいに一応ねセイボマリア像は建てられたみたいです。なんか街並みがねすんごいカラフルで癒されますね。1ドルかかってしまうんですけど、約360度キトのね街並みを一望できる場所ですね。一応キトのシンボル、このセイボマリア像がキトのシンボルになってるみたいです。キトだけに明日はきっといい日になるって感じでパネシージョ終了。次ねラスト第10のスポットに行きたいと思います。お土産買いたい人は下でねお土産買って帰ってください。怖すぎるんやけどめっちゃ怖い。通れんでMuchas gracias. Muchas gracias, sí. Me voy así, bajar, sí. Tengo que bajar, sí. Lléveme a mí. Hasta luego, gracias. Lléveme a mí. 怖っ。おばちゃんがなんかもうほんま飛び出しんちの呼び込みみたいにこっち来い中入れってずっと言ってるんですよ。で僕もちょっとおもろいかもなと思って家の中入ったんですよ。なんかお化け屋敷というかゴミ屋敷みたいな、怖っ、犬が現れた急に。お化け屋敷みたいな感じ、めっちゃ中汚いし、まあ一応経緯をちゃんとね払って中は撮影はせんかったんですけど、おばちゃんなんか一人で住んでてすごいなんかもう寂しいから追ってみたいな、ここで滞在してくれみたいなずーっとなんか頼まれて、僕が出ようとしたら行かんといてくれみたいな、すんごいなんか異様な雰囲気でしたね。怖かったっすわ。なんか行かないでみたいな。やっぱりねエクアドルといったらチョコレートですよ、カカオですよ。ってことで第10最後のスポット到着しました。マクドナルドじゃなくてケンタッキーです。最後のおすすめスポット、あガチっすよ。ケンタッキーのチキンじゃないんですけど、まさかのソフトクリームじゃなくてこっちチョコのソフトクリーム、これが 1.1 ドルで食べることができます。やっぱりねチョコですよ、ミロですよ。こんな感じでね作ってくれています。中まだまだ完成しない、完成するまでに約50秒。グラシアス、グラシアス。このクオリティです。これが 1.1 ドルで食べることができる。美味しい。ちょっと小ぶりだけどまあ食べやすいサイズ感ですね。美味しいっすわ。エクアドルはねカカオが有名ですからね、あえてチョコを選びましたよ。サンフランシスコ教会の近くにもケンタッキーフライドチキンあるんですけど、そこにはこれないんですよ。ここはパルケールエヒードって言ってエヒード公園の近くの店舗になります。ちなみにほんまにね安さを追求するんであれば別に街中にねもう少し安いねソフトクリームとかもあるんですよ。僕がねなぜケンタッキーをおすすめするかっていうと、まあ安い金額でソフトクリーム食べられるだけじゃなくて無料でトイレにも行ける。
もちろん無料で Wi-Fi も使うことができる、Wi-Fi のパスワードは店員さんに聞かなければいけないですけど、普通に教えてはくれるんですよ。休憩することもできるし、お金あり余っててもっと美味しいソフトクリーム食べたいっていうんであれば4倍の金額でさらにねゴージャスなねソフトクリームのお店僕知ってて、それは別のねキトのねキトグルメっていう動画で紹介しますんでね、そちら参考にしてもらえたらと思います。最高級のチョコレートのソフトクリームを僕が紹介してるんで、そっちの動画もね見てください。できれば。はい、どうもご視聴ありがとうございました。皆さんどうだったでしょうか。エクアドルの首都キトのねおすすめ観光スポット10選紹介しました。ちょっとね新しい案なんですけど、セントロの近くにホテルを予約してて、セントロからスタートするっていう手もあります。その場合午前中朝一に朝ごはんねメルカードセントラルで食べて、キトの旧市街をブラブラして綺麗なね教会とか見て、そっからねパネシージョに登るっていう手もあります。でその後にミタデルムンドに行って帰ってきてメルカードアルテサナルだったかな、お土産物見たりとか、別にメルカードアルテサナル行かずにテレフェリコっていうロープウェイみたいなのがあるんですよ。それも結構ね地元の人おすすめしました。このロープウェイでなんか綺麗な景色を見るっていう手もありますね。そういう手段も、今回ちょっとね時間の都合上ねロープウェイはね紹介できなかったんですけど、2日あったらロープウェイも行けるし完全に全部見ることできますね。今回の僕が10選紹介させていただいた1日あったら全て回ることができるんで、皆さんもねぜひ試してください。でちょっとね追記で言うことを忘れてたんですけど、ミタデルムンド基本的にみんなで赤道博物館っていうのがあって、そこ行きますわ。もうよくね SNS とか見よったらみんなね写真とか動画アップしてるんですけど、卵をねこうやって立てたりとか、水がね渦巻いてる、北半球だったら右回り、南半球だったら左回りとか、そういう赤道直下ならではの実験みたいなのができる場所があるんですよ。みんなそこに行ってますね。僕は今回ねちょっとね地元の人らとね交流してたんで行けなかったですけどね、地元の人とのね交流の方がね絶対楽しいですよ。それは置いといて、そんな感じですね。動画ご視聴ありがとうございました。最後余談なんですけど、エクアドルのね女の子とね写真ね撮れましたわ。綺麗な女の子と写真撮れたんでね、最後一応載せときます。次回トモスワイチャンネル、エクアドルのコトパクシ地方に滞在。コトパクシには何があるのか。そう、そこには絵本の世界のような大自然があった。そして大自然の中を約5時間程度トレッキング。その後は中心街の激安市場飯を紹介。ローカル旅最高。